S30 型フェアレディ Z は先代の SP、SR311 系のフルモデルチェンジによって、1969年10月に登場しました。ネーミングには新たに、究極を意味する Z が与えられ、ロングノーズ&ショートデッキの流麗なクーペボディを身にまとい、直列6気筒の滑らかかつダイナミックな走りは、まさに70年代の幕開けを告げるにふさわしいもので、国内外で大ヒットを記録しました。フェアレディ Z 制作動画2回目のオープニング終了。さあ模型作るよ。どうしたんだ二人とも。いや、ウップ主よく調べていると思ってね。古い車なのに情報を集めるの大変だったでしょ？いや、全然苦労してないよ。だって、箱の横に書いてある文章をそのまま使ってるからね。私の感動を返せ。さて、今回はフェアレディ Z の回収作業なのですが、これをご覧ください。よっこらセット。スイッチオン。これはウップ主が試験的に作成したスクリーンです。手を加える前に状況を確認するために作ったものですが、意外とよくできましたので安心です。話を戻しますが、このように回収したいポイントが数箇所存在します。横の図でも確認しましょう。比較的簡単なものから、ちょっと工作が必要な箇所まで色々です。なかなか大変そうですね。少しずつでも解決していこうと思います。ちなみに線が光って見えるのは Photoshop を使って再現しています。またどこかで使おうかな。さて、いよいよ回収作業に入ります。先ほど申し上げた通り、やることは多いですがなんとか進めましょう。今回どこから手をつけたらいいか迷いますが、どこからやっても特に問題はなさそうなので、ここから始めましょう。まず、車輪なのですが、説明書を見ればわかりますがなんとブレーキディスクがありません。たまにブレーキディスクの部品が省略されているキットもありますが、ホイールの隙間がない、もしくは少ない場合はそれでもいいですけど、ここは簡単なものでいいですから、追加しましょう。簡単にですから、0.5mm 程度のプラバーを円形に切り出しますが、これにはサークルカッターを使います。この器具を使うのはちょっと慣れが必要ですが、失敗したらやり直せばいいだけなので、納得いくまで切ります。ホイールの間からちらっと見えるだけなので、細かいことは気にしなくてもいいかもですね。さらに中央に取り付けるため穴を開けたいと思います。小さなドリルから大きなドリルへ変えながら穴を開けます。穴の大きさは 5mm 必要だったのですが、3mm までのドリルしか持ち合わせがありませんでしたので、デザインナイフでぐりぐり回して対処しました。余裕があれば、ディスクの穴も再現した方がいいかもしれませんが、ここでは省きます。このホイールは隙間が少ないので、ブレーキキャリパーも省略しようと思います。省略しますが、これだけでも十分アップグレードになると思いますよ。まだ銀を塗っていませんが、取り付けてみました。こんな感じになりました。悪くないですね。それとついでにタイヤにも手を加えましょう。ゴムのガリが目立つのでデザインナイフやニッターなどで切り取りましょう。ところで、話は変わりますが、模型のタイヤって独特の匂いがするのですが、ウップ主はこのタイヤの匂いがとても好きらしいです。私には理解できないのですが、他にもそんな方いらっしゃいますか？次の作業ですが、フロントグリルの切り取りですね。前回の動画でもお話ししましたが、説明書ではこの部分は、プラスチックで覆われており、そこを黒で塗装するように指示しております。確かにこのように処理する方法もなくはないのです。黒で塗る面積が小さければ問題はないのですが、24分の1というキットのスケールを考えると、あまり有効な表現方法とは言い難いと思います。なので、この部分は切り取ろうと思います。切り取る箇所はちょっと奥の方にあるので、今回はドリルを使って切り取ろうと思います。やり方ですが、最初に 0.8mm のドリルを使用し穴を順番に開けていき切り取る周囲を囲むようにします。1回目の穴開け終了です。これがその時の写真です。最初は小さいものを使い、次第に大きいものに変えながらです。次は 1mm のドリルの出番です。これも先ほど開けた穴を大きくするような感じで作業します。
2回目の写真です。さらに徐々に大きなドリルを使用して、3回目、そして4回目の状況です。ここまでやると、ドリルだけで開いてしまった箇所もあります。もう十分なので今度はデザインナイフで切り取っていきます。グリルの部分の開口できました。断面がガタガタになっていると思いますので、ヤスリを使って鳴らします。こんな感じでいいでしょう。ドリルを使ったので、ヤスリだけでは処理できない溝はポリエステルパテを使って穴を埋めます。資材と硬化剤を混ぜて使用するので慣れていないとちょっと面倒です。今まで私はこのような場合はラッカーパテを使用していましたが、乾燥後に引けが生じることがありますので、そのような心配のないポリエステルパテに切り替えました。パテが乾燥したらヤスリで整えます。シャシーに取り付けてみます。いい感じですね。これなら大丈夫です。今度はちょっと厄介な作業です。いよいよ、フェンダーの作業に入ります。箱絵を見てもらえばわかりますが、車体とフェンダーの境目部分、よく見ると取り付けのためにボルトで固定されているように見えます。ということは、このオーバーフェンダーは車体一体型ではなく、取り付けたものということです。しかし、キットのボディを確認するとですね、ご覧の通りです。ツルツルになっています。ここは楽をして、このオーバーフェンダーを継ぎ目のない仕様にしてもいいのですが、当初予定通りに仕上げましょう。それでは作業に入りましょう。まずは、フェンダー部分の境目に毛書き針などで溝を掘ります。溝の幅や深さの加減に気をつけて作業します。毛書き針である程度溝ができたら、次に BMC タガネの出番です。0.15mm と 0.2mm を使い、最終的には 0.3mm で止めました。0.5mm を使えば溝がはっきりと見えますが、0.3mm でやめた理由は、0.3mm と 0.5mm を24倍してその太さを想像してみてください。ね、理由が分かったでしょ？次はマスキングテープを使用してボルトの取り付け穴の位置を決めましょう。位置が決まるまで何度でも剥がして取り付けができるので便利です。位置が決まったら、これも毛書き針で穴を少し開けてからドリルを使います。貫通させる必要はありませんが、しっかり穴になるようにしなければなりません。1.5mm のドリルで仕上げです。これを前後左右4箇所、1つにつき4箇所の穴を開けますのでかなり大変な作業です。作業完了です。穴がずれたり、綺麗な形になっていなくてもパテで修正できますからこの段階で慌てなくても大丈夫です。その後サフを吹いて、状態を確認しながらの修正作業をすればいいからです。次の作業は一番面倒かもしれません。マフラーの回収です。前回の動画でお話ししたのですが、チューニングカーということで、マフラーを変えてしまい別物になっていることもありますが、このキットのデュアルマフラーは上のへこみと合っていないので、ちょっと残念な印象を受けてしまいます。いじっている車でもデュアルマフラーのままになっているものもありますから、ここは縦並びのエキゾーストにしましょう。この回収を決めた時に、キットのものを使わずに自作する方向で進めようと思いました。そこで作業前に車体を計測して今回作成するマフラーの大きさを割り出します。割り出したので、ウップ主に依頼して素材を調達してもらいました。プラタイプと真鍮タイプです。エキゾーストを金属に置き換えるのは、プラスチックのように穴が肉厚になりそうな場合有効な方法です。マフラー部分を作成します。このタイプはやや肉厚なので、穴を 7mm まで拡大します。穴を大きくするのは、直径 3mm の金属製の部品を並べて取り付けるためです。7mm のドリルを持っておりませんので、ルーターを使って作業していきます。この穴はプラ板で塞ぐので厳密に 7mm でなくても大丈夫でフリーハンドで作業しました。もともとこのタイプの穴は 5mm で 1.5mm 厚さを 0.5mm まで削ることになりますが、ご覧ください。なんとかここまで削って 7mm の穴にすることができました。次に 7mm の円形の板をプラ板を切って作成します。それが完了したらちょっと細かな作業ですが、3mm パイプを通す穴を2つ開け、
その2つの穴に必要な長さに切った 3mm 金属パイプを接着してから裏パイプに取り付けます。これでマフラー部分は完成です。実物とはちょっと違いますが、まあこれはこれで面白いと思いますのでこのまま使おうと思います。作成した部品の位置を合わせます。いい感じですね。これで大丈夫でしょう。あとは鼓が塗装作業で仕上げます。ここまでの作業でほとんどの回収が終わりましたが、モールドを掘る作業が残っていましたね。オーバーフェンダーの作業でも使用しました BMC タガネを使ってモールドを軽くですが深くします。この作業は簡単なのでサクサク進むでしょう。そして残った作業ですが、ほんのわずかですがボディの中央に凸のラインがあります。しっかりと処理して消しておきましょう。このような作業は模型製作ではあるあるの作業なので、かなり慣れてきていますので苦にならないでしょう。番数の大きい紙やすりで全体にやすりがけを行い塗装に悪影響が出ないようにします。はい、作業完了です。今回はここまでです。次は塗装だね。すずみちゃんの腕が試されるね。車の塗装は初めてだから、ちょっと緊張するかも。でも、ボディの色はまだ決まっていなかったよね。意見が割れてしまったからね。ウップ主どうするつもりなんだろう。まあ、前回あんなものを用意してまでみんなの意見を聞いたからには、そんなに理不尽なことにはならないかもだけど、今までが今までだからなぜか不安。あはははは、そうだね。さて、そろそろ時間だね。そうだね。それでは皆様、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。